配達員。数年前のことです。私はネット通販をよく利用していました。配達してくれるのはいつも同じ大手運送会社の配達員の男でした。最初の頃、彼は無言で荷物を手渡すだけでした。ですが、何度か顔を合わせるうちに、彼は少しずつ私に世間話をするようになりました。今日も暑いですね。今日は雨が降ってますので、荷物が濡れないか心配でしたよ。でも何とか体でガードして持ってきました。私はその慣れ慣れしい口調が苦手でした。いつも、ああ、そうですか、はあ、と気のない返事をするだけでした。やがてその対応すらめんどくさくなり、私は配達設定を置き配に変えました。もう彼と顔を合わせる必要はありません。なのに、彼はいつもインターホンを鳴らしました。画面の向こうで彼はにこやかに言うんです。あれ、いらっしゃらないのかな。しかもその時間はいつも私が会社から帰宅した直後を狙って鳴らされました。配達の日付は指定しているものの、時間指定などはしていません。そもそも置き配にしてるのですから、玄関前に荷物を置いていくだけでいいはずなのに。私はついに我慢の限界に達しました。運送会社にクレームを入れました。配達員の王という男性の行動が気持ち悪いです。それ以来、インターホンが鳴ることはなくなりました。ですが本当の恐怖はそこから始まりました。私は誰かの視線を常に背後に感じるようになりました。どこにいても同じです。職場でパソコンに向かってるとき、社員食堂で昼食を食べているとき、満員電車の中、そして自宅へ帰る夜道。常に誰かが私のすぐ後ろからじーっとその視線を突き刺してきます。振り返ってもそこには誰もいません。ですが、視線だけは粘りつくように私の背中にまとわりついていました。そんなある日、一枚の手紙がアパートのドアポストに差し込まれていました。差出人はあの配達員王からでした。実はあなたに一目惚れをしました。この気持ちをどうにかお伝えしたくて手紙を書いたんです。可愛くてもう好きで好きでたまりません。毎日あなたのことを考えてしまいます。どうか僕と結婚してください。いや、結婚は早すぎるか。お友達からお願いします。手紙には彼のフルネームと LINE の ID が記載されていました。私はすぐに運送会社へ2度目のクレームを入れました。
かるべき対応を取ります。電話口の担当者はそう言って謝罪を繰り返していました。それから1ヶ月間何もありませんでした。あの男からのアクションはなく、私は少しずつ日常を取り戻しつつありました。ですが、背後からの視線だけは消えませんでした。私は引っ越しを考え始めました。あの男に今の住所を知られている。その事実が何よりも恐ろしかったんです。警察にも相談しましたが、巡回を増やします。としか言われませんでした。そして先日、大学時代のサークルの同窓会が都内の居酒屋で開かれました。久しぶりに会う仲間たちと酒を酌み交わし、私は少しだけ気が大きくなっていたのかもしれません。席の近い友人たちに私は例のラブレター騒動を話しました。マジか。普通に置き配してくれないのはやばいね。友人たちがそう言って笑っていた時でした。突然視界が薄暗くなりました。店内の明るい照明が急に色あせ、周りの喧騒が遠のいていきます。ひどいめまいでしょうか。飲みすぎたのでしょうか。私がそう思い、目をこすった時でした。部屋の隅にある薄暗いボックス席。そこにあの配達員王が座っていました。彼は配達員の制服を着ていて、テーブルには何も置かれていません。ただじーっとこちらを見ています。その肌は正気というものが一切感じられません。目は大きく見開かれていますが、その瞳は濁り、どこにも焦点が合っていません。口はだらしなく半開きになり、そこから一筋、よだれのようなものがゆっくりと垂れています。彼はただの人形のようにそこに座り、私だけを凝視していました。おーい、どうした？友人の声にはっと我に返りました。私がもう一度そちらを見ると、そこにはもう誰もいませんでした。空っぽのボックス席があるだけでした。今のは何だったのだろう。それからです。私の背後に感じる視線の質が変わりました。以前のそれはただ見ているだけの粘着質な視線でした。ですが、今の視線は違います。明確な殺意と攻撃性がそこにはありました。背中に突き刺さる氷の刃。あの男がその後どうなったのか私は知りません。ですが、居酒屋で見たそれは決して生きてる人間の雰囲気ではありませんでした。
もしかしたら、あの男はもう亡くなっているのではないでしょうか。そして今も私の背後についてきてるのではないか。あるいは生き量とかいうやつなんでしょうか。私にはわかりません。そして最後に、私は男です。同性の人間から告白されたことは人生で初めてでした。ただ今回の件は男だから女だからという話ではなく、純粋に彼の行動が人としてとても怖かったです。マンホール。マンホールから時々声が聞こえる。子供たちが、あはははは、と談笑している声や、男が低くうなるように上げるお経。人通りのない道で不意に聞こえるそれは、いつも決まって地面の鉄の蓋、マンホールの下からだった。奇妙なことに声は全く反響していない。まるで耳元で直接囁かれてるかのように生々しいのだ。実を言うと、俺は昔から少しばかり変な力があった。小学生の運動会、ビデオカメラを回す両親のすぐ隣で、変な男が必死に何かを訴えかけていた。後で聞いても、両親は、そんな人を見てないわよ、と笑うだけ。大学生の時、友人とふざけて心霊スポットのトンネルへ行けば、天井のシミから逆さ吊りになった女が、おいでおいでと手招きをしていた。友人は気づいていないし、ここ、なんかいないと聞いても、ん？何が？と言われる。そんな時、俺は決まって、そうなんだ。じゃあ見間違いかな。何もなかったな。と、周りに合わせる。この力があると知られるのは厄介でしかないからだ。今でも日常的に幽霊は見る。だが、それを幽霊だと即座に認識できることは稀だ。彼らは驚くほど巧みに人間社会に溶け込んでいる。バス停で列に並んでいたり、スクランブル交差点を悠々と歩いていたり、少しおかしいとしても、頭の形や体が少し歪んでいるとか、その程度だ。だから大抵は、ああ、そういえばあの人、少し変だったな、と後から気づく。幽霊なんていないという人も、頭の病気だという人もいる。見えてしまう俺からすると、それは間違いだと思う。奴らは確実にそこにいる。ただ幼い頃からこの力と共に生きてきたせいか、
俺自身に幽霊への恐怖心はほとんどなかった。良くも悪くも慣れてしまっていた。しかし、このマンホールから聞こえる声だけは、正直言って心の底から怖かった。数年前から聞こえ始めたこの声は、他の霊とは質が違う。この鉄の穴の奥に生きた人間がいるはずがない。その事実が思考よりも先に、これは幽霊だと強制的に認識させてくる。それに意味がわからない。なぜマンホールから声がするのか。俺はいつしか道を歩くときはマンホールを避けるようになっていた。あの生々しい声がとにかく嫌だった。特に最近はその声が以前より頻繁に聞こえるようになっていた。とりわけこの数日は仕事帰りに耳元で誰かが囁いてるような感覚が続いていた。ある日の会社からの帰り道。その日は朝から冷たい雨が降り続いていた。傘を叩く雨音を聞きながらいつもの道を歩く。ふと濡れたアスファルトの上に何かがキラリと光るのが見えた。近づいてみると一枚のポケモンカードだった。名前は知らないが、キラキラ光るレアカードのようで、丁寧に保護シートにまで入っている。誰かの大切なものだろう。どこか気づきやすいところに置いてあげるか。そう思い、かがんでカードを拾い上げた。誰かが落としたばかりなのか、まだ濡れきっていない。その時、視界の端に黒いものが見えた。雨に濡れたアスファルトの上に長い黒髪が張り付いていたのだ。うわ、なんだこれ。背筋に冷たいものが走った。目を凝らし、その髪の根元をたどって、スーッと視線を上にずらす。そこに、いた。ごく普通の服装をした30代くらいの女性が一人、大の字で仰向けに倒れている。これは人間か、それとも幽霊か。事故だろうか、声をかけるべきか。思考がぐるぐると空回りし、体が動かない。俺がためらっていると、その女の口元がかすかに動いた。含み笑いが聞こえた。雨音にかき消されそうな小さな声。だがそれはすぐに狂気をはらんだ大声に変わった。甲高い笑い声が雨の路地に響き渡る。俺はとっさに周りを見た。
傘を差した通行人が何人かいる。だが誰一人として、この異常な光景に目を向ける者はいない。そこに女などは存在しないかのように、皆が平然と通り過ぎていく。幽霊だ。そう認識した瞬間、女の体が不自然に動き出した。ズズズズ。何者かに足首をつかまれたかのように、仰向けの姿勢のまま、アスファルトの上を引きずられ始めたのだ。女はなおも笑い続けている。そのおぞましい笑い声に合わせて、体がガクンガクンと揺れた。と鈍い音がして、片腕がありえない方向にねじ曲がる。むき出しの背中がアスファルトに擦れ、シュッと肉の焼けるようなかすかな音と生臭い匂いが雨に混じった。指先が地面に引っかかり、爪が根元から剥がれて赤い筋を描く。それでも女は笑っていた。目は恐怖に大きく見開かれているのに、口だけは三日月のように大きく裂けて、狂った笑い声を吐き出し続けている。その体が引きずられていく先には、蓋が固く閉ざされたマンホールがある。そして、信じられない光景が目の前で起こった。女の体がぐにゃりと歪み、閉じたままのマンホールの蓋に、ズズズとめり込むようにして吸い込まれていく。骨が砕ける音も、肉が潰れる音もしない。ただ液体が狭い隙間に流れ込むように、その人型は鉄の蓋をすり抜け、闇の中へと消えていった。最後に残った顔が大きく見開かれた目と裂けた口で俺を凝視し、狂った笑みを浮かべたまま、スポンと軽い音を立てて完全に消えた。呆然と立ち尽くす俺の耳にマンホールの下から声が届いた。そして今まで聞いたこともない憎悪に満ちた絶叫。殺してやる。俺は悲鳴を上げることすら忘れ、持っていたポケモンカードを落とし、一心不乱にその場を走り去った。あれは一体何だったんだ。マンホールの下はただの下水道のはずだ。普段俺が聞いていた声は、あの女のような霊たちの声だったのか。なぜ彼らはマンホールの下に吸い寄せられていたのか。俺には知る由もない。現在もマンホールから声が聞こえてくることはしばしばある。慌てて耳を塞いでももう無駄だ。声は物理的な音ではない。
その手を、頭蓋骨を、脳を、直接貫通して響いてくるから、どうしようもなく厄介だ。俺たちが当たり前のように暮らし、歩いているこの地面のほんのわずか下には、もしかしたら俺たちの知らない何かおぞましい者たちが集う世界が広がっているのかもしれない。案内人。中学2年生の時、私は学習塾に通っていた。その塾は成績のいい子も私のように出来の悪い子も一緒くたに面倒を見てくれるいい塾だった。先生も優しい人たちばかりだ。塾は A から D までのクラスに分かれている。私はもちろん一番下の D クラスだった。D クラスの教室は塾があるビルの3階の一番奥にあった。私は窓側の席が一番のお気に入りで、よくそこに座っていた。窓から見える駅前の雑踏をぼんやりと眺めるのが好きだったのだ。その日も私は放課後、いつものように塾へ行った。英語の授業中だった。先生が教壇で熱心に熟語の説明をしている中、黒板からすっと視線を外し、何気なく窓の外を見た。そして異様な光景が私の目に飛び込んできた。多くの人が行き交う歩道。その真ん中で一人の人間が奇妙な動きを繰り返していたのだ。性別はわからない。単発ですらりとしている。全身黒い服だった。その動きは舞踊のようでもある。だが、どのジャンルにも当てはまらない。腕を鳥の翼のように広げたかと思うと、次の瞬間には地面に倒れ込み、芋虫のように体をくねらせる。そしてまた弾かれたように立ち上がると、関節がないかのように体をぐにゃぐにゃと波打たせる。周囲の人々のせわしない動きとは無関係に、その人だけが感情のままに動いている。不気味な動きだった。だが私はなぜかその姿に見とれてしまった。周りの人々はその人に何の反応も示さない。その存在が見えていない。この世界に私とその人しかいない。そんな感覚だった。だがその静寂を破る者がいた。一人の男が人混みをかき分け、その踊る人に向かってまっすぐに歩いていく。知り合いだろうか。私がその光景をじーっと見つめていた時だった。おーい、〇〇。おーい、返事。
私の名前を呼ぶ声がした。教壇の方を見ると、英語の先生が呆れた顔でこちらを見ていた。〇〇、やっと気づいた。テキストの30ページ読んでくれ。ぼーっとすんな。クラス中にクスクスと笑いが起きる。私は顔を真っ赤にして、すみません。と慌ててテキストを読み始めた。読み終えた後、私は再び窓の外を見た。だがそこに踊っていた人の姿はもうなかった。その代わり、先ほどその人に向かって歩いていた男が歩道の真ん中で倒れていた。街は騒然とし、人々がその周りに集まっている。授業を終え、塾のビルから出ると、まだその周辺は人だかりができていた。救急車のサイレンの音が響いていた。それから1週間後、私は放課後、塾へと続く道を歩いていた。そして人混みの中で、またあの人を発見した。今日も街中で全身黒ずくめの格好をして、あの奇妙な動きを繰り返している。近くで見ても、やはり性別はわからなかった。中性的な、綺麗な顔をしている。私は、その動きをぼーっと見ながら歩いていた。気づくと、目の前にあったはずの塾の入り口を通り過ぎてしまっていた。無遊病のように足が勝手に動く感覚だ。あれ、足が止まらない。私の意志とは無関係に足が勝手に動く。踊る人の方へスーッと引き寄せられていく。あれ、あれ。手で足を触る。だが足は止まらない。そのまま私はその人の目の前まで来てしまった。すると、その人はピタリと動きを止め、私と手をつないだ。その手は氷のように冷たかった。途端に視界が暗くなっていく。私は深い闇に吸い込まれていった。足元の感覚が消え、空中に立っているような奇妙な感触だけが残る。気づくと、私は暗闇の中に立っていた。そして、私の周りを大勢の人々が囲んでいた。老若男女、様々な人々。彼らは皆、無表情で同じ動きを繰り返している。パン、パン。柏手を打っているのだ。その乾いた音だけが闇の中に響き渡る。私はその光景を
ぼーっと見ていた。その時、目の前に一人の老人がすっと現れた。大好きだった祖父だ。数年前に亡くなったはずの祖父は棒立ちで私を見ていた。そして静かに口を開いた。戻りなさい。もう足は動くはずだよ。まだ間に合う。祖父はそう言い、私の両肩をぐいとつかみ、私を逆方向へと向き直させた。闇の中に一筋の光が見えた。それはいつもの街並みの光景だった。だがその光は少しずつ閉じていく。小さくなっていく。さあ、行くんだ。祖父は私の背中をドンと強く押した。私は走った。そしてその光の中に飛び込んだ。気づくと私は街の中に立っていた。後ろを振り返る。しかし、踊っていた人も祖父ももうどこにもいなかった。携帯の時計を見るともう夜の11時になっていた。塾に向かうと先生たちがまだ残っていた。どうした〇〇、今日来なかったけど、もう授業は終わったぞ。そのいつもの先生方の顔ぶれを見て、私は安堵し、なぜかワンワンと泣きじゃくってしまった。この日は母が車で迎えに来てくれた。帰りにコンビニで肉まんを買ってくれた母には何も言えなかった。ただ、どうしたの？何があったの？大丈夫？と心配してくれていた。その後、無事に志望校に合格し、私は晴れて高校生となった。そして大学に行き、会社に勤め、今では専業主婦として3人の子供を育てている。あの日の出来事はもう遠い記憶の彼方にあった。小学校に通う娘がこんなことを言ってきたのだ。Y ちゃんがね、最近変な人をよく見かけるんだって。ぐにゃぐにゃした動きで黒い服の人。それが怖いって言ってた。その瞬間、私は蓋をしていたあの日の出来事を思い出していた。私が体験したすべてを。あの暗闇はきっとあの世だったんだと思う。そしてあの黒い服の人はあの世へと人間を導く案内人だったのではないか。私はきっとあと一歩のところでおじいちゃんに助けられたのだ。あのまま祖父が現れなかったらきっと死んでいたのかもしれない。私は
娘に言った。いい？ Y ちゃんにはあまり近づかない方がいいかも。良くないことが起こるかも。それしか言うことができない。なぜなら、あの案内人が今もこの町のどこかで次の誰かを誘っているのだから。今度は誰も助けに来てくれないかもしれない。そう思ってしまうのだ。沢城地。俺がまだ小学生だった頃の話だ。家にはスーパーファミコンがあり、俺はその当時流行っていた RPG に夢中だった。学校から帰るとランドセルも放り出し、毎日テレビの前にかじりついていた。その日も俺はいつものようにゲームの電源を入れた。タイトル画面が映し出され、続きから遊ぶを選択する。だが、そこに表示されたセーブデータの画面を見て、俺は首をかしげた。セーブデータは3つまで記録できる。1つ目はもちろん俺のデータだ。主人公の名前も俺自身のものにしてある。だが2つ目のデータスロット、そこに全く知らないデータが記録されていたのだ。主人公の名前は沢城地。意味のわからない文字列だった。誰かのいたずらか。データを確認すると、冒険はまだ始まったばかりのようだった。物語の最初の町周辺で、ひたすらレベル上げをしている。気味が悪いというより少し腹が立った。俺以外の誰かが勝手に俺のゲームで遊んでいる。だがそんなことより一刻も早く遊びたい。まあいっか、と思い直し、自分のデータを選んで冒険を再開した。それから数ヶ月が過ぎた。冒険もいよいよ終盤に差し掛かっていた。そして俺は気づいていた。あの謎のセーブデータ、沢城地も少しずつではあるが進行していることに。セーブデータを選ぶ画面には冒険の進行度やプレイ時間が記録されている。沢城地のデータは最初は始まりの村0時間30分だったのに、気づけば2番目の町5時間に変わっていた。俺がラスボスとの決戦に向けてレベル上げに励んでる間、沢城地はまだ2番目の町にたどり着いたばかりだ。その遅々とした進み具合に、俺はいつしか奇妙な愛着のようなものを感じ始めていた。
ある日の土曜、午前中しか学校がなく、その日はいつもより早く家に帰ってきた。いつもなら土曜の午後は学校の帰りにそのまま友達と外が暗くなるまで遊ぶのだが、この日はどうしてもあの RPG のエンディングが見たかった。頑張れば今日中に終わりそうだったのだ。両親は共働きでまだ帰宅していない。家には俺一人だ。急いで帰宅し、リビングのドアを開け、俺は初めて見てしまった。テレビの前の床に座り、熱心にゲームをしている子供。俺と同じくらいの年だろうか。見慣れない服を着た知らない少年だった。なんでこんなところに。呆然と立ち尽くしていると、少年は俺の気配に気づき、ゆっくりとこちらを振り返った。どこにでもいるごく普通の少年だ。日に焼けた肌、少し癖のある髪。少年は驚いたように俺を見て目を大きくした。その表情がどこか申し訳なさそうに見えた。そして次の瞬間、彼の体はテレビの砂嵐のようにかき消え、跡形もなくいなくなってしまった。コトン。床にコントローラーだけが転がった。それ以来、沢城地のセーブデータの進行状況は2番目の街のままで止まっている。あの少年も二度と俺の前に姿を現さなかった。こんなことを言葉にして言うのもはばかられるが、おそらく彼は幽霊だ。俺が学校や友達との遊びに夢中になってる間、彼はいつもこの家で一人、俺の RPG で遊んでいたんだろう。俺が帰ってくると自分の冒険を中断し、俺にコントローラーを譲ってくれていたのだ。あの謎の主人公名、沢城地。あれは何語だったんだろう。幽霊の間で使われる言語とか。少しだけ後悔をしてることがある。彼を驚かせ、怖がらせてしまったことだ。別にゲームをやっていてもよかったのに。俺がエンディングを見た後なら、最初から一緒に遊んでやることもできたのに。そう思うと少しだけ胸が痛み、幽霊もゲームをやるんだなぁと、そんなことを考えてしまう。あの日以来、ずっと動くことのない2番目のセーブデータを、俺は今も消せずにいる。皆さんから聞いた怪談が
一冊のホラー漫画になりました。誰にでも起こり得る実話怪談の世界をお楽しみください。そしてあなたの怪談が本や朗読動画になるかもしれないイベントを全国各地で開催中。10人以下で怪談を語り合う楽しい会で、参加費は無料です。参加者には特製キーホルダーとサイン入り名刺をプレゼントしています。10月の会場は群馬県の高崎駅周辺、そして11月は静岡県の静岡駅周辺でやります。概要欄の応募フォームから申し込んでください。はい、どうも皆さんこんばんは、ごま団子です。今回は怪談話を4つ読ませていただきました。朗読の時と今のこの感想の時、別で撮ってるんで、テンションの違いみたいなのはあるかもしれないですね。今寝起きでこれ撮ってますけども。そんなことは置いといて、1話目が、配達員の方のお話でした。これはなんだろうね。同性から告白されるとか、なんでしょう、性別関係なく、怖いもんは怖いよね。配達員の人の行動がね。僕自身は、昔からさ、別にそういう恋愛があってもいいんじゃないかなって思ってたし、自分は女性が好きなんですけどね。だから、誰が誰に、恋をするとか、そういう感情を抱くっていうのは、別にいいんじゃないかなと思うけど、なんでしょうね、興味のない人から、いただく、行為ほど、ちょっと迷惑なものはないって、やっぱ思っちゃいますよね。プラス、今回の話が、配達員の、方からの行為であったっていうことで、そこもちょっとね、個人情報とか、ね、向こう知ってるしね、どこに住んでるのか、住所ももちろん知られてるし、で、電話番号とかもね、多分知られてるでしょう。だからそれが怖いなって、そこのリアルが怖いなって思いました。で、実際に世の中にはこういうこと結構あんのかなって調べたら、結構ありましたね。だから僕が見たのは、ウーバーの配達員の人が、その男性ね、その男性が配達先のその女性に一目惚れしたのかな。惚れて、それで、ラブレターを手渡したみたいな。なんだろうね。なんでしょう。それで成功することってあんのって思うよね。人によっては、いや、私のことそんなに思ってくれてるんだ。じゃあちょっと、その人の行為に応えてみようかな、みたいなものもあるのかもしんないけど、いやー、ほとんどの人はね、多分ただただ恐怖でしかないと思うんだよね。笑っちゃいけないんだけどさ。いや、怖いなと思うよ。ね。性別とか関係なく怖いよね。だから、普段僕X やってるんですけど、全然ログインしてなくて、ログインしてないんですけど、で、久しぶりに開いてさ、今回のね、こういうのあんのかなって調べたら、結構出てきてね、こういう手紙を渡されましたみたいにさらされてんのよね。だから、それはちょっとかわいそうかなと思いましたけど、なんだろうね。昔は X 楽しかったんだけどね。Twitter? なんつうんですかね。でも、今ね、別にそうは思わなくて。なんか、昔はさ、フォローした人の情報だけがさ、こう入るような感じだったじゃん。でもなんか今ね、フォローしてない人のツイートとかもさ、こう出てきて、なんか見るの疲れちゃうんだよね。で、あと、すごいなんか炎上してたりとかさ、なんか攻撃されてるみたいなのを見るじゃん、ツイッターとかって。もう疲れちゃうんだよね。
だからもう最近全然ログインしてないんだけど、久々にログインして、そういうのを調べてみたんですが、そういうことが結構あるみたいですねっていうね。まあだからあと、結構こういう話って多いんだなと思ったね。なんか、最初はさ、その検索してね、Google で検索して、まあこういうことがあったみたいな、記事みたいのが出てきて、で、それの、Twitter とかのね、ツイートの引用がね、貼られてんのよね。で、まあ、それを見るために、まあ、X ログインしたんですけど、まあ、ワンチャンあると思って行動するその人の、まあ、勇気はすごいですけど、ワンチャンない側からしたら、まあ、ただの迷惑でしかないよなっていうね。まあ、なんて偉そうに言ってますけどもね。まあ、本当に一個人の意見なんでね。で、まあ、その人を好きになるっていうね、気持ち自体はすごいいいことだなと思うけど、まあ、行動がちょっと良くなかったよねっていうのは思いましたね。あと、まあ、慣れ慣れしい感じもね、まあ、全然良くなかったんじゃないかなって思いますとか言って冷静に、結構ストレートな意見を言ってますけどもね。さあ、そんなわけで、あと、マンホールという話もありましたね。いやー、これも怖いなと思いました。1話目とはまた別のベクトルの怖さかなっていう。まあ、この男性自身に霊感が、まあ、昔からあって、そういったものを見たりしてきたけど、この大人になってからのマンホールの出来事が、まあ一番怖いと。最後女の人がマンホールに、吸われていくのかなで、スポンってなるわけですけどもね。そこのシーンをね、映画、ジュマンジ、一作目ですけどもね、映画ジュマンジの、最後に、顔がね、スポンってなるシーンがね、あるんですよね。まあ、その、ジュマンジって映画知ってますか皆さん。まあ結構有名な映画ですけどね。ボードゲームのさ、映画で、そのサイコロをこうやって回すとね、いろんなことが起こるっていう、まあそういった映画なんですけど、で、主人公がね、どこかジャングルに飛ばされるわけですよ。で、そこでね、そこだったっけな、多分ね。そこでなんかハンター銃持ったさ、なんかハンターっていうのが出てくるんだけど、それが追ってくるみたいなね、話があって、で、そのハンターがね、まあ、しつこく最後まで追ってくるんですけど、その呪文字を最後上がるわけよ。ちゃんと、出目を出してね。で、ゴールしたら、その呪文字が、ほーっつって、このすべての、呪文字で起きた出来事を、こう、吸い込んでいくのね。まあ、象とか、動物とか、その猿とか、で、あと、そのハンターね。ハンターも、こう、まあ、呪文字から出てきたものを全部こう吸い込んでいくわけですよ。で、ゲームがこうパカってこう閉じるわけなんですけども、その最後に、そのハンターがね、顔だけを出して、うわーって言いながらスポンって、こう、吸われて、ガタンっていう、この呪文字が閉じるっていうね、そういうシーンがあるんだけど、それを思い出しましたっていう何の説明をしてるのかわかりませんが、それを思い出しましたね。また見たいっすね、あの映画ね。昔、金曜ロードショーかなんかで見たんですけどね。まあ面白かったっすね。自分さ、テーブルゲーム好きなんだよね。もう昔から。だから、ジュマンジの映画もさ、そのテーブルゲーム、まあ呪いのテーブルゲームみたいな。それの話なんで、だからすごい面白かったなっていうのを覚えてます。テーブルゲーム同好会みたいの作りたいよな。で、それで、毎回10人ぐらい集まってなんかやりたいな、みたいなね。まあ思うんすけど。はい。まあそんなわけで2話目に関しては何も、ね、感想言ってませんが、まあそんなわけで、今回もどのお話も、興味深く読ませていただきました。読ませていただきありがとうございました。
この動画の概要欄の方では、今度の、11月かな ?11 月に、静岡で、ごま団子百物語という、皆でワイワイ怪談を語る会やらせていただくんですが、それの詳細と、あと、応募フォームの URL 貼ってあります。はい。ぜひチェックしてみてください。あとは、インスタと TikTok もやってます。はい。それの URL も貼ってあります。そんぐらいですかね。はい。ということで、じゃあまた次の話でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。